おやおや、モテモテですな、健介殿。健介様も。ですね。圭介様、やっぱり私、このお二人の指揮を預かるの自信ないです。それだけじゃないです。はて、健介隊はそのような身分云々には緩い部隊だと思っておりましたが。そうですよ。私たちは健介隊では一番の新参ですし、状況次第ではコロさんは和葉様やマリ様の指揮も行うと聞きましたが。それとこれとはわけが違いますよ。和葉様やマリちゃんはその場の勢いですけど、お二人は長江隊だったらいつもじゃないですか。何より二人とも一騎当選のつわものですし、私より二人が長江隊の指揮を取った方が。コロ、棟梁したことあるですか？すごいです。一国一城の主です。棟梁って国持ちになったわけじゃないよ。ただの野武士の棟梁ってだけで。離れるつもりはもちろんありませんけど。長江隊の長はコロ殿以外には敵役はいないと思いますが。なんだか賑やかですわね。楽しいお話ですの？梅ちゃん。あらあら。ハニー、どうなさいましたの？コロさんがこんなに涙目だなんて、ずいぶんと可愛らしいや、珍しい。まあ、コロさんともあろう方が何を情けないことを。そんなの突っ込めとかやっつけろと言っておけばよいだけではありませんの。いやはや、これはまた立派なボタン。ボタンですね。わかりやすいです。それいいです。あら、アヤナさん、あなたなかなか見どころがありそうですわね。えへへ、かよ、アヤナ褒められたですよ。よかったね、アヤナ。でしたら、そうですわね。お二人とも鉄砲隊に来てみませんこと？人間何が向いているか分かりませんわ。意外と長江隊以外にも向いたものがあるかもしれませんわよ。いかがです？お二人とも。行ってみたいです。アヤナ、鉄砲撃ったことないですよ。そうですね。健介隊の鉄砲は気になっていましたし、
健介様と梅さんが良いのなら合格のためにもぜひ。私は構いませんけど。では少しお借りしますわね。コロさんはどうなさいます？私は大丈夫です。皆さんで行ってきてください。健介殿。じゃあ早く行くですよ。かよ、健介様。はい。大丈夫です。分かっていますから。以前からアヤナと一緒に健介隊に遊びに来た時にはいつもよくしていただいていましたし、も他の隊の皆さんもコロさんのことすごく信頼しているように見えましたから。長い隊でコロさんほど信頼される指揮を取るのは今の私やアヤナでは無理でしょうね。アヤナがコロさんの指揮だからと不満を漏らすとお思いですか？それに私もカズハ様やマリ様の指揮を取れと言われたら躊躇してしまうと思いますから。気持ちはわからないでもありません。健介様にとっては奥様ですもんね。そういうところはやはりただものではないお方なのだと思います。置いていきますわよ。梅さん、皆さんもどうかなさいましたか？このお二人に鉄砲隊の素質があるかどうか見定めようと思いまして。お二人はコロさんが預かったのでは？コロさんは？なるほど。ではお二人とも試しに鉄砲を使ってみますか？やってみるです。よろしくお願いします。そこに火薬と弾を入れて、そのまま柵状で軽くついてね。軽くで構いませんわよ。お二人の力であまり力いっぱいつくと尾栓が壊れてしまいますから。あとは火皿に少し口薬を注いで、そんなに多くなくても大丈夫だよ。なんか難しいのです。火縄を挟んだらそのまま構えて。狙いの付け方を説明したよね。よーく狙って。
自分で使うと音がすごいですね。なんだか耳がワンワンするです。筋は悪くないんじゃないかな。狙いもしっかりしてたし、練習したら結構いい線いくかも。あやな、鉄砲上手になれるですか？なれるかもよ。じゃあもう一発撃ってみるです。私もやってみようっと。もちろんですわ。我が蒲生家は部下の家柄などで士気を乱れさせたりなどいたしません。ハニーのお願いとあらば、カズハ様だって指揮してみせますわ。いえ、クオン様に指揮する場面などありませんでしょ。そうそう、火薬の量はそのくらいですよ。なんか分かってきたです。こうなったらあやな、鉄砲も上手になるですよ。鉄砲でバッタバッタと並みいる敵をやっつけるです。無理だよ。鉄砲って弾を込める時間が必要だからさ、バッタバッタと打ち倒すなんてお姉ちゃんでもできないよ。できないですか？それよりも敵が来ない遠くから相手の頭をめがけて一発でパキューンってね。そういうのなんかつまんないです。あや？どうしたの、あやな。なんか引き金引いてもパーンって言わないですよ。じゃあこっちですか？こっちもダメです。あやなさん、火縄が落ちてませんわ。どうすればいいですか？上に向けてくださいまし。ハニー、では私はコロさんとユウさんの様子を見てまいりますわ。ひなわ銃難しかったです。火縄銃危ないからね。ちゃんと気をつけてね。まあ事故も起きませんでしたし、勉強になったと思えば。あやな、鉄砲隊に入るより鉄砲隊を守って近寄る敵をバッタバッタとなぎ倒す方がきっと向いてるです。それ助かる。鉄砲って近寄られると当てにくいし。ならそっちはあやなに任せるですよ。いいんですか？なるほど。でしたらお願いします。許してください。
結婚に打開にあやなちゃんとかよちゃんなんですか？そういう問題じゃありませんよ。弓ですか？なるほど、そういうことですか。そうですね。あまり得意ではありませんが。少し軽いですね。もう少し強い弓はありませんか？それ三人針のうちで一番強い弓だよ。鶴を張るのに3人が力を合わせて作業する程度の強さの弓のことです。弾いてみますか？コツがあるんです。慣れればそう難しいものでもありませんよ。私でも弾けるくらいですし。それだってうちの隊じゃちゃんと使える人がいなくて予備になってるのに。三河では3人針が使えて一人前と言われていましたから。それで得意じゃない？為朝公の5人針とまではいきませんが、4人針くらいまでは使えたかと。当てるのは苦手でしたけど。健介様、尾張の兵が弱卒って言われるわけ、何度か分かった気がします。これを弾けばいいですか？補給の荷車が戻ってきたんだけど、車輪がぬかるみに取られちゃったの。大丈夫ですよ。このくらいあやなにお任せなのです。すごいの。みんな押すよどうですか？すごいの。びっくりなの。こんなくらいお安い御用なのです。どこまで引っ張ればいいですか？あそこですね。ってちょっとあやなちゃん、そんなに勢いをつけすぎると。止まらないですよこれ。
菜さんたちの他の可能性ですか。確かにあの際は長い体だけで埋もれさせるには欲しい気もしますが。それが正解だと思います。健介隊は鉄砲隊が主力とはいえ、玉薬がなければただの棒ですから。私たちのところはこれ以上は必要ないかと思います。ちょっとあやな、寝ちゃダメだよ。難しい話苦手なのです。眠くなっちゃうですよ。護衛という意味ではこれ以上なく頼もしいお二人ですが、あえて後方に置いておく意味はないかと。ご勘弁ください。交渉ですから、自分に綾菜様と佳代様の指揮を取らせるなどおっしゃらないでくださいませ。嫌がってなどとんでもありません。ですが、本田家と榊原家のお二人といえば。気にしなくてもいいのに。ですよ。コナミは健介隊では先輩ですから、普通に指揮してくれたらいいのです。気にします。でも、コナミって舞台を持ってたですか？はい、工作隊をお任せするのは何の問題も。綾菜、頑張るですよ。で、ここでは何をすればいいですか？綾菜、失敗ばっかりだったからですか？やっぱり健介様はお優しいのです。綾菜、今日の失敗を糧にして頑張るですよ。と言いますと？綾菜ですか。綾菜も本田衆を率いてたですよ。突撃とやっつけろだけで全部通じてたです。でも、綾菜は殿さんにお願いされたですから、健介様をお守りしたいです。それで、鬼を片っ端からバッタバッタとやっつけるですよ。健介様の護衛はどうなっているのですか？じゃあ、綾菜も健介様をお守りするのです。
もですよね。はい。私も健介様をお守りします。それが葵様にいただいたお役目ですから。いひひ、健介様の手、温かくて気持ちいいです。私も嫌じゃありませんから。それに私たちも健介隊の一員になったのですから、他の皆様と同じように扱ってくださいませ。だからもっと撫でてほしいです。かよもですよね。そういうわけじゃ。いい匂いです。ケイスケ様、二人もお帰りなさい。ただいま戻りました。ってコロさん、何を？なんだか羨ましいです。羨ましいなら、あやなちゃんたちも来ればいいよ。いいですか？でもコロさんは健介様の奥様だからそうしていただいているのでは？だったらあやなもなるですよ。だってあやなもコロみたいに健介様に抱っこしてもらいたいです。それにあやなも鬼と戦う気持ち満々ですよ。あやな。でも私たちはあくまでも松平家から。雫も小寺家からの出向ですよね、ケイスケ様。ならいいのかな。わかったです。でもくっつくのはです。それは。健介様、あったかいです。健介様。自分で言っておいてなんですけど、なんかまた恋敵が増えた気が。はい、ゆうさんと梅ちゃんにいろいろ聞いてもらって落ち着きましたから。なんか悩んでたのがバカみたいです。
それよりコロ、なんだかすごくいい匂いがするですよ。ちょうどお昼の支度をしてましたから。それじゃあ2人は食事の支度の手伝いをしてもらえますか？これも私の隊の大事な任務ですよ。わかったです。つまみ食いはダメよ、あやな。わかってるですよ。ケンスケ様もですか？だったらケンスケ様もお願いします。